金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。アサリっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。アサリっていうことでね、金子さん、好きな魚介類何ですか聞かれることとても多いです。僕がそう聞かれた時に答えるのが、時期と取れた場所によって魚介類は全然美味しさ変わるので、お答えできませんと答えております。うざいでしょう。究極をいくと、ほんとそういう答えになっちゃうんですよね。で、今この時期、何が一番うまいかというと、もう 100% アサリでございます。この桜が散り始めた頃のアサリっていうのは、まあ、1年で一番美味しいです。なんで美味しいかというと、卵を持って身がぷっくり大きくなります。熱しても縮まりません。とても濃厚で美味しい時期なんですよね。ただ今年、愛知県、アサリが超不良でございます。恐ろしいぐらい取れてません。潮干狩り場も中止のところが多いみたいです。これを見てください。愛知県厚見産アサリ 100g58 円。お値段なんと税込み1109円。これが9粒入ってますので、なんと1粒100円以上します。めちゃくちゃ高いでしょ。でも決してこれはぼったくりの店で買ったわけではありませんよ。皆さんこんな経験ないですか？お魚屋さんコーナーとかに行って、産地は国産で同じなのに、アサリのグラム単価全然違うよっていうシチュエーション、遭遇したことないですかね？アサリっていうのは、取れる場所、そして取り方によって、値段が全然変わってきます。今日買ったこの超高級アサリ。これはですね、岩がゴツゴツしてるところを、一つ一つ手彫りで取ったものとなっております。で、反して、例えば、よくあるので言うと、熊本産の 100g128 円とか、そういうアサリはですね、半分養殖みたいな感じなんですよ。これもね、ちょっと言っていいのかわかんないですけど、割とアサリって闇があって、例えば中国から買ってきた稚貝を熊本の綺麗な海に巻いて3年間育てました。そしたらもう熊本産になるんですよね。そういった半養殖みたいなやつが割かし安価で出回ることが多いです。で、そういう巻いて育てたアサリは一個一個手彫りで掘るんじゃなくて、もうポンプでぐわーっとすくって取りますんで、取るコストも安く済むので、お値段安く買えるよってことですね。じゃあその半養殖が悪いのかといったら全然そんなことありません。今の時期売られてるアサリはもうどれ食べても大概外しません。なので安心してください。今回は超高級な手彫りのアサリを買ってきたんで、こんなびっくりするお値段ですけど、ちゃんと今スーパーで売ってるアサリはどれも美味しいと思いますんでね。そしたら今日はこちらのアサリを使って僕が家で一番作る料理、アサリの酒蒸し作っていきたいと思います。で、あと、渡るさんに教えてもらったね、アサリの煮味噌っていうのがね、また美味しかったので、今日はそれも作っていきましょう。なので今日は酒蒸しと煮味噌2品作っていきたいと思います。で、アサリなんですけど、取れたてのアサリは砂出しをする必要がありますよね。砂出しっていうのはよく聞くと思うんですけど、もう一つ、塩出しっていうのがありまして、それ何かと言いますと、海の中で生息する二枚貝ですので、身の中に海水をたくさん含んでるんですよね。このまま料理にすると、口が開いて海水も料理の中に入っていくんですよ。なので、かなりしょっぱくなってしまうんですよね。塩分が強く効きすぎてしまいます。なので料理に使う前の状態、この生の状態でアサリの中の海水を抜いてあげる。これを塩出しと言います。これどうやってやるかというと、もう簡単です。こうやってザルに置いて、こうやって受け皿かなんか、こうやって敷いてもらって、これで冷蔵庫で1時間2時間置いといてもらうと、アサリの口がね、開くんですよ。で、開いたと同時に、こうやって海水が落ちてきますんで、で、軽く口が開いたタイミングでもう、しっかり洗ってもらって、料理に使ってもらえばいいと思います。で、今日のアサリはもう全部塩出ししてあります。で、スーパーとかお魚屋さんに売ってるアサリっていうのは、砂出しをしっかりされたものを販売してますんで、基本的にはお家で砂出しする必要はないと思います。でも自然のものなので、砂が入ってる場合はあります。もうその時は運が悪かったなと思ってください。で、スーパーで買ってきて、こうやってラップが敷いてある状態で、冷蔵庫に入れると、アサリが酸欠になって、こうやって口がパカーッと開いちゃう子が多いので、穴を開けてもらって冷蔵庫で保管すると、アサリが長持ちすると思います。そしたらこんだけ酒蒸しにして、あとこのぐらいは剥いて煮味噌にしましょうか。そしたらまずは煮味噌から作っていきます。煮味噌とは何かと言いますと、アサリとワケギを味噌で味付けして食べる料理ですね。僕もこの前ね、渡るさんにそれ教えてもらって食べたんですけどね、めちゃうまかった。今日は動画で作っていきたいと思います。で、煮味噌をするにあたって、ちょっとめんどくさいポイントがあるんですよ。それは、アサリを生の状態で剥かなければなりません。ボイル済みのアサリを使うと、濃厚な味わいは出ないんですよね。じゃあまずアサリを剥いていきます。こういうアサリ剥く用の貝剥きナイフがあると便利ですよ。そしたら貝柱がここに2つありますんで、そしたら隙間にナイフを当てて、クリ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 っと入れると、はい、入りました。そしたら貝柱を断ち切ると。こっちとこっち。で、パカッと開きます。
ほら、もう身がパンパンですよね、これ。そしたらこの状態になったら貝柱がここに2つありますんで、ここの貝柱も外すと。もう一回いきますよ。こっちお尻の方からナイフをズボッと刺して、で片方の貝柱を外して、この状態になったらもう一度貝柱を外すと。こんな感じですね。さすがにこんだけ粒が大きいと身も大きいですね。で、こういう形の悪いアサリ。これなんで形が悪いかというと、天然物でゴツゴツした岩の隙間で育ったんで、こういう形のアサリが多いんですよね。なのでこういうゴツゴツしたアサリは美味しいアサリが多いですよ。僕の経験上ですけどね。というわけでこんな感じでどんどん剥いていきます。はい、このように剥き終わりました。今日はこちらの陶板で作っていきましょうか。こちらも今が旬のわけぎですね。わけぎをざく切りに。よいしょ。で、ざく切りにしたわけぎの上に生むきのあさりを乗せます。で、このあさりのおつゆもしっかり入れます。で、次にお皿を用意して、好きなお味噌を用意してください。僕は八丁味噌が好きなので、八丁味噌でいきます。だいたいこのぐらいの量だったら、スプーン1杯ぐらいですかね。で、スプーン1杯のお味噌にお酒を入れて、ちょっと伸ばします。伸ばして、こんな感じに柔らかくしまして、でそこにちょっとお砂糖も入れて甘みを出します。よし、OK。そしたらこちらのお味噌をこの生むきあさりの上にベンと乗せたら、これで用意バッチリ。これであとは蓋をして火にかければ美味しいアサリの煮味噌の完成。そしたら酒蒸しを作っていきましょう。で、アサリには爆弾っていうのがありまして、何かというと、殻の中に入ってるのが身ではなくて泥が入ってるやつがいるんですよ。海の中で死んで、で、この状態になって砂にだんだん埋もれてきますよね。で、埋もれてきたと同時に砂をたくさん噛んで、この状態になるんですよ。もうパッと見普通のアサリみたいな。でも中には泥しか入ってないよっていう爆弾っていうアサリがいるんですよ。で、この爆弾がお味噌汁に1個でも入っちゃうと、泥入りの酒蒸し、泥入りのアサリのお味噌汁になってしまいます。よっぽどスーパーとかで売られてるものは、お店の人がチェックして抜いてると思うんですけど、とはいえやっぱり人間がチェックしてますんで、爆弾が入ってる場合があるんですよ。で、それをどういう風に見極めるかというと、こうやってカリカリしてください。こうやってカリ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 って。こうやって結構動かしてみて、で、手を見て泥がついてたら、この中に爆弾がある可能性が非常に高いと思ってください。でも爆弾の貝は中身がほぼ空洞なので、カリッカリッカリって音が混じります。だから音の違いで判別するのもありですね。はい、そうしましたら酒蒸しを作っていきます。で、酒蒸しっていうと、アサリをバッと入れて日本酒振って火を通して火が入ったら食べるっていうのが主流だと思うんですけど、今日は違いますよ。今日のポイントはこちら。じゃん。昆布だしですね。これを使うとめちゃめちゃうまい。で、これ昆布1日戻してあるんですけど、昆布っていうのは乾燥したものを水に入れた瞬間から水に出汁が出てきます。なので1日水に浸しておいたこの戻し汁。これはしっかり昆布の出汁が出た美味しい出汁ですので、必ずこの戻し汁を使ってください。戻し汁を入れてください。で、昆布も入れて、で、そこに日本酒を少し入れます。で、そこに隠し味でちょこっとだけめんつゆ入れます。これが入ると味がね、締まりますんでね。でもあんまり入れるとしょっからくなっちゃうんで、本当に香り付け程度、こんなもんでいいです。そしたら火にかけて、はい、そしたら沸騰直前になったら昆布を取り出します。で、グラグラしてきましたらそこにきれいに洗ったアサリを入れていきます。で、これ蓋をしてちょっと蒸します。はい、そしたらだんだんと口が開いてきましたね。で、どうしてもアクが出てきますので、アクをすくって、火を止めて、山椒。これでアサリの酒蒸しの完成。
はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。さあ、酒蒸しが、いいのにできてるな。煮味噌はもうちょっとだな。で、アサリの酒蒸しって開いた瞬間が一番うまいんですよ。なので、開いたところからいきましょうか。火を通しても隙間がないぐらい身がびっちり入ってますよね。これが今の時期のアサリ。じゃあ、いただきます。まあ外しませんわな。ちょっともう一個食べよう。濃厚。これが今の時期のアサリよ。うまい。このスープですよ、このスープ。これをね、たまんねえ。これいって、で、片手にビールいきたいですもんね。そんな酒蒸しです。煮味噌はどうかな？うわ、煮味噌。ちょっといい感じです。で、今日はその他にも美味しそうなものあったんで買ってきました。これ見たことありますか？富山湾で採れた白エビ。で、こっちも富山県産のホタルイカ。この富山県の湾内物のホタルイカがマジでうまい。で、今の時期しか食べられません。丁寧な人は目玉と船取るんですけど、僕はね、めんどくさいんで、このまま酢味噌につけて。うまい！他のホタルイカとはね、全然違うんですよ。で、これ、白エビちゃん。可愛いですよね。で、このまま食べてもいいんですけど、こうやって、ちょっとめんどくさいんですけど、剥いて、こうやってチュッと。で、これ食べるとね、うまい！甘エビとはまた違った甘さがあるんですよね。この皮ごと食べてもいいんですけど、やっぱね、こう剥いて食べるのが好きですね。このチュルッといくのがね、こう剥いて、うまい。では、煮味噌いきますよ。オープン。はい、こうなっております。そしたら味噌をこうやって溶かして、ちょっと味噌が多かったかな。もうちょっと味噌少なくても良かったかもしれません。多分愛知県民じゃない方がこのレシピで作ったらびっくりしちゃう濃さだと思いますんでね。そしたら火を切って、このアサリとこのわけぎ、これを一緒にいただきます。うめえわ。このわけぎのシャキシャキと味噌とアサリの旨味とでもうね、なんとも言えないハーモニー。ただちょっと今回は濃すぎたな。はい、ということで今日はこちらのアサリの煮味噌とアサリの酒蒸しときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！ギーノのやつ。こういう日に限って、休館日。我慢も大事ですよ。こういう日に限って、7対3しっかり決まるんだよな。いただきます。もうこのクラスのつまみになると、アルコールが入ってるとか入ってないとか関係なかった。うめえ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は今が時期のアサリを使って、僕がたどり着いた酒蒸しと、最近食べてめちゃめちゃ感動したアサリ料理、煮味噌、2種類作ってみましたけども、どっちも絶対やってほしい。煮味噌は、ちょっとむき身にするのがね、手間なんですけど、その手間かけてよかったなと思えるぐらいの味です。でも今日はちょっと味噌の分量が多かったので、わけぎとアサリの量だったら、半分とか3分の1ぐらいの量でもいいと思いますよ。春はアサリのみならず、二枚貝がとてもうまいです。ホタテ、青柳、ムール貝、何でも美味しいのでね、ぜひ皆さんも春は貝を食べてください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。